ドマゲテの空の玄関口シブラン空港。現地で支援活動を行っている助け人のひろこさんと俊之介さん親子がゲストの到着を待っています。たった今ドマゲテに到着したこちらは和樹さん。大学に進学するため日本からフィリピンへやってきました。ネグロス島のドマゲテに立地するシリマン大学。フィリピンの大学ランキングトップ10にほぼ毎年名を連ねる名門大学です。実は近年このシリマン大学に正規入学する日本人が増えてきています。日本の若者は何を志してここフィリピンへやってくるのか、そして現地ではどんな大学生活を送っているのか取材しました。空港に到着したばかりの和樹さん。タクシーを捕まえてドマゲテ市内にあるひろこさんたちのアパートへ移動します。これから夕飯を兼ねて和樹さんの歓迎会です。和樹さんは今日はこちらに泊まるんですか？そうです。いつも歓迎会やるんですか？いつもちょっと間があった。Everybody, let's celebrate the arrival of Kazuki. 乾杯! 乾杯! 和樹さんにちょっとお話を聞いてみました。今日遅延してましたよね。そうなんですよ。ちょっと焦りましたね。なかなか搭乗口も決まらずみたいな。そうです。そんなかっこいい理由なくて、友達をたくさん作りたかったし、将来働くときになんか英語話せたらかっこいいなと思ったから。どうしてまたフィリピンを選んだんですか？なんか先進国よりも発展途上国じゃないけどゆっくりした感じのところに行きたかったっていうのと、一回ここに来た時にここの流れてる空気じゃないけど雰囲気がいいなって思ったから、そこの大学に通ってみたいと思いました。和樹さんはフィリピンの大学を検討する過程でドマゲテのシリマン大学のことを知りました。実際に訪れてドマゲテの街を気に入り、具体的な入学方法を調べる中で助け人のことを知ってサポートを依頼したそうです。助け人は日本人のドマゲテ留学、ドマゲテ移住をサポートしながら現地の人たちのためのボランティア活動も行っています。ドマゲテ在住9年目のひろこさんと息子さんの俊之介さんとが中心になって運営されています。そして日本人がシリマン大学に入学する際の手続き、さらに現地の下見、住居探し、お手伝いさんや家庭教師の採用などもサポートしています。4年間こっちに住む、今の率直な気持ちはどんな？ワクワクの方が大きいですね。長い間家族と過ごさないっていうのは初めてだから、そこだけ心配だけど、ワクワクが大きいです。友達をたくさん作りたいかな。後日、ひろこさんたちは和樹さんの家庭教師を決めるべく候補者と面接を行っていました。日本では本格的に英語でコミュニケーションを取る機会がなかったという和樹さん。大学に入る前にできるだけ英語力を上げておきたいと個人授業を受けるそうです。無事こちらの方に決まりました。和樹さんも英語初心者でありながら臆さず積極的に会話しています。そして今日からは大学の学生寮に入ります。シリマン大学に入学する日本人の居住先は寮、アパート、シェアハウスなど様々ですが、和樹さんは寮を選択。フィリピンの大学の寮ってどんな感じなんでしょう。ついて行かせてもらいました。大学内には複数の学生寮があります。この右側の建物が和樹さんが入る寮です。わー、すごい綺麗ね。広い、天井が高い。この部屋ですか？2人部屋で2段ベッドと勉強机、2人分のクローゼット、クーラーもついています。
洗面台、トイレ、シャワー、結構広い水回りです。共用部にバルコニーや談話スペースも。正直広い。あ、正直思ってて。キッチンがないから。南国のフィリピンでは普通ですが、日本人としてはホットシャワーがないこともちょっと辛いポイントかもしれません。いよいよ和樹さんの大学生活の始まりです。バイクで通学するこちらはシリマン大学農学部の龍之介さん。日本で高校を卒業後、2022年にドゥマゲテに来て、2023年度からシリマン大学に入学しました。何人ぐらい？一番早い時で何時から授業7時から。早い。一番遅いのは何時に終わるんですか？僕の場合は6時半です。一番コマが多い日で何コマあるんですか5か。結構広いですよね。なんか移動に疲れないですか？移動に疲れます。そうだよね。キャンパスの中、バイクステッカー買わないと入れないんですよ。ああ、そうなんだ。チャリとか。チャリは何もなしで入れます。電動の E バイク、ああれもヘルメットかぶせて誰でも入れます。結構いいバイク乗ってる人もいるんですか？はい、結構ちょくちょく見ますね。この木あるじゃないですか。うん。多分アカシアっていう木なんですけど、シルマンのキャンパス内に200本ぐらいあるって聞いたことあります。200本もあるの？木を切らないで学校を建てたんだね。じゃあ自然がいっぱいなのが素晴らしい。この芝生とかも気持ちいいですね。本当だね、気持ちいいですね。シリマン大学の前身であるシリマン研究所がドゥマゲテに設立されたのは120年以上前の1901年。アメリカ人実業家のシリマン博士の尽力で創設され、当時のフィリピンでは初となるプロテスタント系の高等教育機関でした。フィリピン国内、さらにアジア各国からも学生が集まり、規模を徐々に拡大していきました。ドゥマゲテが学生の街として発展を遂げたのは、このシリマン大学に起因すると言われています。現在、広大なシリマン大学の敷地面積は62ヘクタールにもなり、ドゥマゲテのダウンタウンの3分の1を占めています。なんで海外の大学に行きたいんですか？なんてだったかな、多分高3の春ぐらいにちょっと尖ってたみたいな感じだったんですよ。大学って何になるんだろうみたいな、そんな勉強もそんなしないだろうしみたいな。でも海外の大学だったら単純に言ったら英語とかも身につくし、なんか経験にもなるし意味ありそうだなと思って、今思えばもう別に日本の大学行っても海外の大学行ってもどっちのもすごい経験になると思うんですけど、絶対行ってほしいみたいな感じだったんだよ。親とか海外の大学だったら行ってもいいかもみたいな感じで、旅系の YouTube とか好きなんですよ。バックパッカーとかなんかこうやってるの見てて、世界面白そうだなっていうか、旅とかもしてみたいなって思ってました。その高3ぐらいの時は調べてたんですよ。結構アメリカとかヨーロッパとかもあったし、オーストラリアとかもあったし、最初はそういうのばっかり見てたんですけど、学費がすごい高いねみたいな感じでお母さんとかと喋ってて、もし本当に行きたいんだったら行ってもいいけど、でもちょっと高いねみたいな感じだったんで、僕もなんかさすがに申し訳ないからみたいなとこあったんですけど、留学調べていくうちにフィリピンの正規留学みたいに出てきて、これ新しいな、フィリピンなんかあるんだと思って、英語で授業もあるし学費も安いし日本からも近いしみたいなバーッとメリットが書いてあって。進学先としてフィリピンに興味を持った龍之介さんは、実際にどんな国かを確かめたくなり、高校3年生の夏休み、一人でマニラを訪れました。日本と海挟んで隣じゃないですか、フィリピン。そんな近いのにこんな違うんだと思って、人も違うし街の雰囲気とか言葉とかも違うじゃないですか。やっぱ外国って違うんだなと思って、すごい面白いなと思ったし、あとフィリピンの人その時に優しいなと思ったんですよ。笑顔も素敵だし、もうやっぱりフィリピンの大学行こうってその時は思いました。めっちゃいいじゃんと思って。ご両親は会いましたか？いや、最初は結構大反対でフィリピンってなんでまたフィリピンなの、それだったらお金払うからアメリカとかにしてくれみたいな、やっぱり危険なイメージが心配みたいで、その気持ちも今となっては分かるんですけど、結構長い期間話し合って結構喧嘩じゃないけど言い合ったりもして、最終的にはじゃあもういいよ、龍之介信じるからでも絶対生きて帰ってきてみたいな。フ
ィリピンの大学へ進学することを決めた龍之介さんは、まず入学手続きをサポートしてくれる日本のエージェントを当たりました。そのエージェントから勧められた大学の一つがドマゲテのシリマン大学でした。外国人が比較的多いことや治安の良い環境であることなどを聞き、龍之介さんはシリマン大学を志望校に決めました。龍之介さんの入学手続きは、まず日本で高校の成績、高校の卒業証明書、高校3年時の担任の先生の推薦書、日本の無犯罪証明書をすべて英語の文書で集め、これらの書類にアポスティーユ認証という外務省の交渉を受け、次にオンラインのフォームを通して出願。新学期が始まる前にドマゲテに来て、大学に書類の原本を提出。あとは健康診断、学費の振り込み、学生ビザの申請などをして入学手続き完了です。シリマン大学はオープンアドミッションポリシーを採用しており、基本的には入試を受けずに入学可能です。ただし、留学生の場合、入学の前にもう一つ必要なことがあります。最初はイングリッシュオリエンテーションというのは、高校が英語じゃない学校の出身の人はまず受けないとダメな半年間のコースがシリマン大学にあるんですけど、それを最初まず半年受けて卒業証書みたいなのもらえるんですよ。でそれを見せたら入学できる。それで今農学部に入学してます。学部は自分でも行きたいところを選べる。はい。農学部がちょっと高いらしくて、農場とかもあるので管理費が外国人も一般の生徒にちょっと高いんですけど、1セメスター半年で8万ペソ、1年で2セメスターが年で考えたら40万ぐらいですからね。日本の私立大学と比べるとやっぱり安いですね。シリマン大学に日本人が正規留学するので、そんなにハードルは高いですか？そうですね。その書類とかお金とかに関してはハードルは全然高くないと思います。ただやっぱり英語ちょっとはできた方がやっぱり有利というか、イングリッシュオリエンテーションの授業英語なので、日本で勉強してからした方が楽かもしれないです。日本には英語はどれくらいやってたの？フィリピン行こうって決めたのが多分高3夏ぐらいで、そこから結構頑張って、高3の時に英検準1級受けたんですよ。準1級？すごいね。一つのことにハマったらめっちゃ頑張るタイプなんで、ハロートークっていうラングエッジエクスチェンジのアプリなんですけど、それで見て、最初難しいじゃないですか。でもだんだんなんかこう勉強していくうちに喋れるようになるじゃないですか。なんかやっぱりそれが楽しくて、英語学習はその時は苦じゃないですか。おしゃべりなんで僕喋ってくれるなら日本人でも外国人でも気にしないです話聞いてくれるなら。基本の挨拶とか全然できるんですけど、ちょっと難しくなるとやっぱり理解できないなって。まあね、イングリッシュオリエンテーションの授業自体はすごい基礎なんで、それはまあできるなって感じだったんですけど、フィリピン人との会話とか何々人との会話で英語を使うときに何言ってるの聞こえないなみたいなのは結構最初の方が多かったです。アパートに住んでたんですけど、そのアパートで結構友達ができたんですよ。フィリピン人もいましたし、オランダ人に2人いて、バーってすごい早いんですよ。僕からしたら何言ってるか全然最初分かんなかったんですけど、すごく仲良くしてくれて、毎晩一緒にご飯食べてる感じだったんで、それですごいなんか英語を喋るようになったなって思うんです。それが良かったと思います。英語に関しては。授業は全部英語なんですか？はい。授業の英語は難しいですか？いや難しいです。全く知らない単語とかいっぱい毎回調べないと意味が全く分かんない。どんな課題が出るんですか？なんかレポート書いてきなさいとか、プレゼンテーション来週やってくださいね、だからスライドを用意してくださいとか。グループワークもある？グループワークもあります。グループでこれやってきなさいとか、話し合ってきなさいとか、プレゼンテーション用意して生徒がこう前に立ってみんなの前でバーッとプレゼンするのも結構先生によってバラバラなんですけど、日本みたいなスタイルの先生もいるし、もうほとんど生徒がずっと前に立つっていうふうに思います。前に立つのもあんま慣れてないし、毎回緊張します。大体中間と期末があるんですけど、それ以外に小テストみたいな。それも結構毎週1個か2個どっかの授業であるから、テストもあって課題もあって、結構忙しいですね。負けての
そうです今体制に埋まってるっていうか。テスト期間とかで学生ばっかりですよね。結構しょっちゅうカフェで課題やったり試験勉強したりしてます。課題だったりテスト勉強だったりは辛くはないめちゃくちゃ辛いです普通に辛い。もう量がとにかく多いんですよ。授業のスピードも速いし辛くて辛くてやっぱりみんな結構勉強熱心。そうです。多分忙しいです。平日とかは特になんかそんな遊ぶ時間もないっていうか。みんな単位を修正してアルバイトのスキル付けみたいな。ああ、それは厳しいですね。もしかしたら学部とかにもよるかもしれないですけど、多分ほとんどは学校メインじゃないと卒業できないんじゃないか。本当に頭いい人とかは分かんないですけど、簡単に落とされるんですよ。成績が悪かったら。そしたら違う学部にシフトするんですよ。違う学部にシフトする。はい、IT だったけど学年上がれなくて農学部にシフトしたっていう人結構いるんですよ。シフトしたらもう一回1年生から次の学年進めないとか、もう違う学部に行ってくださいってなっちゃうんだなと思ったらそこはちょっと怖いです。この大学は入学型でシフトする。ああ、確かに。海外は入学が比較的ハードルが低くて卒業がすごい大変。その通りだと思います。少なくともシルマン大学。農学部の龍之介さんは町の北側に立地する別のキャンパスにも通っています。門を入ってすぐシリマン大学が所有する広大な農場が広がっています。これもう刈り取っちゃった後なんですけど、これ米だよね。もうちょっと前もっと綺麗でした。耕すの水牛なんですよ。昔ながらすごいですよね。パパイヤだ。そうです。多分バナナのへえ。あれが鶏の卵用の傾斜。教室もこの建物がああ、そうなんだ。もうこの建物の中に教室が。へえ。やっぱり農学部の授業は面白いです。ザ農業、作物を育てるっていうコースと、アニマルサイエンスっていう動物とか家畜のお勉強で、アグリビジネスっていう農業のビジネスのコースが3つあるんですけど、僕は作物の育て方とか本当に土の科学というか、作物をポットでグループで育てるとか、グループで田んぼの中に網で虫捕まえてレポート作るとかもう結構多くて、それはそれでめっちゃ楽しいですよ。設備とかで困るのに。ああ、1個あります。日本とトイレの文化が違うから、紙が置いてないとか、詰まってるとか、流れてくれないとか、それはもしかしたら日本人の中だったら苦手な方も多いと思う。まあでもエアコンもついてるし、普通の学校がすごい古い学校なんで、建物は古いです。不便ではないけど、見た目とか気にする方だったらちょっと汚いと思う。でも掃除とかは多分毎日してるんで、別に普通に授業は集中できるぐらい。総合大学であるシリマン大学にはたくさんの学部があります。さらに臨床検査科学や環境海洋科学など3つの研究所、4階建て25万冊以上を所蔵する図書館、フィリピン固有種を保護飼育している動物園、大学附属の総合病院、プロテスタント教会、6つの博物館、巨大なイベントホールなども備えています。世界のさまざまな大学と提携を結んでいて、日本の大学とも多数交換留学プログラムを実施しています。シリマン大学は結構多いと思います。多分今正確には分かんないですけど、10人弱いると思う。交換留学生とか入れたらもっと増える。2週間とか3週間の交換留学もあれば、1年ぐらいいるよっていう交換留学もある。だからそういうの入れたらすごい多いですよ、日本人。多分中国とアメリカか他は、僕が知ってるのはミャンマーとかインドネシアとか韓国、フランスとかもいますし、留学ではないけどインターンでシリマン大学に来て、僕と友達になったオランダ人とかも見て楽しいですね。いろんな国の人、それはシリマンで良かったなと思いました。大学の雰囲気ですけど、日本人が行かない向かないですよ。インターナショナルスチューデンツだけのイベントとか月に何回か開催されてるんですよ。そこで結構出会えるんです、いろんな外国人。だから全然浮かないです。あとフィリピン人も普通にめちゃくちゃフレンドリーなんで、友達作るのは別にそんな難しくない。町の日本食レストランで偶然交換留学生の方たちに出会いました。
大学の寮で暮らしている日本人2人とアメリカ人1人のグループです。 Are you okay about communication with Japanese students? Yes, actually. Many of the Japanese students who are studying in cinema are actually pretty good in English. Maybe you were struggling at first, but you're really good now. So the longer the students stay here, the better their English becomes. Living cost in Dumagete is cheaper than US? Definitely cheaper. Definitely. How about compare with Japan? 安いよね。いつもこれ全然。安い。自炊できるのかな、寮って。できない。じゃあ学食そうです。か外食って感じ。はい。お気に入りのレストランあります？でも日本食こことかはもう本当安心する。ああ、シリマンの近くだとさくらとかもある。あ、桜も大好き。日本食以外でたまに行くとことかあります？ジョリビー。あ、ジョリビー。I'm very used to barbecue, steak. It's very difficult to get Texan cuisine outside of Texas, even in the United States. Dumagete City is there Texas. フィリピン料理でなんか好きなのとかあります？シリが。Dumageteの街はお二人にとってはどういう印象ですか？人もすごいあったかくて、夜もあってすごい綺麗だし、海沿い歩くのも好きで、今も好きなんですけど、ずっと長い間いると街がちっちゃいから閉じ込められてるじゃないけど、行動範囲がちょっと限られちゃうって感じか。じゃあちょっともう若干飽きてきた。I really like that Dumaguete City is on the coast. You can see the water. The boulevard is really pretty. There's a lot of nature. Like there's so many trees, and it's very easy to get fruits here, and for very cheap prices. The people are nice. The food is nice. The view is nice. シリマン大生の普段の生活の様子はどんな感じなんでしょうか。龍之介さんが住むシェアハウスを見せてもらいました。ここのスペースが全部共用で使ってて、リビング。部屋がこの家に3つあるんですけど、1階に1つと2階に2つあって、1階のこの部屋が僕の部屋なんですけど、このロッカーは備え付け。はい、元々ついてます。机も。これは買いました。宿題とか忘れちゃうんで書いてます。あとトゥードゥリストとか。ああ、ここで宿題やったり。そうです。これは Wi-Fi ですか？あ、これ Wi-Fi です。これも多分自分たちのこれです。3人共用で使っている。冷蔵庫も共用ですね。もう日本に帰っちゃう日本の食材を買いました。ああ、なるほど。セミファニッシュドみたいな感じだったのかな。そうです。竹のソファーももともとついてたし、あの辺の台もついてたし。でもこういうテーブルは買ったのかな。こういうのは買いました。なるほど。じゃあそういうのは3人で出し合ってみたいな。なるほど。洗濯はどうしてるんですか？洗濯は洗濯機外でですね。あ、洗濯機あるんだ。自分たちで。龍之介さんは最初はエージェントに紹介されたアパートに住んでいましたが、大学から遠かったためすぐに引っ越しを決意。フィリピン人の友人にこちらのシェアハウスを紹介してもらい、3人で住むことにしました。一棟で月1万2000ペソ、3人でシェアしてるんで1人4000ペソ。そんな安く住めるのはラッキーです。3万ペソ試食してもらったんですよ。学費は別なんですけど、それで家賃でヶ月あります。でも今結構余裕ありますよ。食事は自炊ですか？それともあれですか？気分によるんですけど、外食の方が多いです。学校の食堂みたいな形式のカレンデリアっていうのがいっぱいあるんですけど、そういうところが多いです。外食は安くてご飯15ペソ、お肉の値段多分50とか、大体お肉か魚1個取って野菜っぽいの1個取ってる感じです。それで100ペソいくかいかないかぐらいなんです。でも毎日食べてると舌が飽きちゃって自分で作りたいな。なんか家の近くにマーケットとか魚と野菜とあと鶏肉とか売ってて、最近はそれとかで。こっち来る前は料理はしてたんですか？いや本当にこっち来てから。じゃあ下手くそ初心者料理。でもこの日はカレーを作ってルームメイトとお友達に振る舞った龍之介さん。味もしっかり好評でした。友達と遊びに行きます。そんな遊ぶとこはないんですけど、海とか行きます。近いし綺麗だし、シュノーケルとかしたらすごい魚もいっぱい綺麗で、バイクで25分ぐらいで行けちゃうんで、もうほんと水着で行って濡れたまま帰ってくるんで、家でシャワー浴びるみたいな。フィリピン生活で苦労することありますか？
時間にルーズとかでストレス溜まるみたいな。ああ、時間が確かにわかります。約束してたの全然来ないとか、それは確かにちょっと日本人にとってはマイナスかも。それで待つのももう慣れましたすごいしょうもないことなんですけど、結構フィリピン人顔らしいローカルなマーケットとかカレンデリアとか行ったら実際語で話しかけないんですよ。ごめんなさい、英語しかわかりませんっていう。そう毎回気まずいのがそんぐらいですよ。やっぱ実際語勉強しようかなとか毎回思いますフィリピンすごいなと思うのは、そこら辺のおばちゃんとかでも英語できるじゃないですか。日本と全然違うなって超レベル高いです。書類とかも全部英語ですし、シーマンの学生とかみんな英語上手ですごいな。僕はフィリピンの人がすごい大好き。すごい笑顔だし、すごいおしゃべりだし、すごい明るくてフレンドリーで、本当に全然ストレスないです。幸せ。僕も多分そういうのがもともと好きなのかもしれないです。フィリピンに来たら日本人元気になると思います今日はシリマン大学の卒業式です。卒業が難しいと言われるシリマン大学に4年間通い、見事卒業証書を受け取った日本人にお会いできました。生物学専攻の美咲さん、シリマン大学にはコロナ禍の真っ只中に入学しました。大学に入学したのは2020年です。そこから4年間。そうなんですよ。なので2年間オンラインで、ちょっとそれがすごく楽しかったですね。一番苦労したのはオンラインの時期だなと思うんですけど、クラスメート知らない中で先生の顔が見えない中で授業大変で、グループワークとかも友達全く知らないまま課題をやったりするのが大変だったんですけど、対面の授業になってから大変だったことはプレゼンテーションとか、あと論文を書かないといけないんですけど、はい、もちろん提案書から実験してで発表まで1年間期間があったんですけど、大変でした。アドバイザーの先生がでも本当によくしてくれて、本当に良かったです。中学高校時代はインドネシアに住んでいたという美咲さんは、もともと英語はあまり得意ではなく、龍之介さんと同様にまずはシリマン大学のイングリッシュオリエンテーションを受講しました。そうですね、結構スピーキングとリスニングが伸びたかなと思います。あと他の国の友達もいて楽しかったです。そうですね、でも授業は微細語が混ざることもあるんですけど、基本英語で、あと私がいるって分かってくれてるので、メジャーの授業とかだと微細語で言った後になんか英語で説明してくれたりとか、友達に聞いたりとかして、そんなに困ることはなかったです。要件って学部ごとに違って、パスするために取らなくちゃいけないグレードも学部ごとに違うんです。私の学部だとメジャーの授業だと 2.0 で、その他の授業はF とか NG とか取らなければパスできるって感じで、はい、そうですね、私の学部は。でも他の学部だと卒論グループだったりするので、バイオロジーは1人なんですよ。3人の教授の方と1人アドバイザーの方の前で発表して、質問受け答えして、何も問題がなかったら合格みたいな感じで。あんまり思いつかないですね。もちろん多分日本と比べるといろいろなんか問題あるんでしょうけど、なんか話せば対応してくれるなっていうのが印象ですね。あと、シリマンだけじゃなくてフィリピン全土だと思うんですけど、スケジュールの発表が遅かったりっていうのとか、時間がはっきりしてないとか、なんかそういうの日本と比べるとやっぱり。そうですね、フェイス2フェイスクラスが始まってから結構イベントも多くて、みんなでインターナショナルスチューデントでやったイベントが楽しかったです。みんなでゲームしたり、ご飯食べたり、フードフェスティバルで日本食売ったり。はい、めっちゃ売れました。友達もみんな本当にいい人で、先生たちも恵まれてて、みんな優しくしてくれたんで、本当にそれは良かったです。夜は助け人の主催で美咲さんの卒業パーティー。日本とつながりのある留学生仲間たちが集まりました。いつ
つ熊毛ていらっしゃったんですか？2年前。3年生。あ、3年生。日本食ってやっぱり恋しくなったりしますか？美味しいです。いつも恋しい。こういう時食べれるととても嬉しい。I love Japanese food. My grandpa, he's Japanese. I used to go vacation on his house, and he'd make like sashimi and wasabi Wow. and miso shiru. I've been missing Japanese food a lot. How did you encounter him? Oh, in college we had like Ippon Kamoku. We were in a same minor class, and my friend was like, "Yo, there's a Japanese kid in the back. Don't you speak Japanese too? You should go talk to him." And he was like, "That's how we like met." International orientation, so international kids would gather around and introduce themselves. So yeah, I met most of them here. In Siliman. Very close friend. Close friend, because it's something that I can relate too much. I grew up maybe half of my life in Japan also. 熊毛てにいらっしゃったのはいつですか？僕は高校を卒業してからなので、2022年の8月、工学部の機械工学科を専攻します。シリマン大学のキャンパス内にある寮で3人部屋ですね。3人部屋。ルームメイトは、アメリカ出身ですごい優しい人なので、全くストレスがないというか、気楽に過ごせるというか、進学してからしゅんさんからいろんなつながりができて、もういろんな友達もできて居心地がいいというか。家族と離れて暮らし、一人で卒業の日を迎えた美咲さんですが、たくさんの友達に囲まれているのがとても印象的でした。最初僕出曲げてきた時に日本人なんかいないだろうなと思って来てたんで、こんなにのはびっくりしてありがたいですね。いろいろ情報も交換できる。だからすごい見てよかったな、来てくれてありがたいです。シリマンで良かったなって思うのは、なんか海外で一人で生活して、大学も行って、日本であんまり帰ってみてフィットしなくても、なんか海外でもやっていけるようなちょっと自信がついたなっていうのが一番良かったなって思って、可能性が広がったのがすごい良かったです。楽しむ秘訣、難しいかもしれないけど、なんか積極的に自分から話しかけていけば友達も増えるし、いいんじゃないのかなって。今振り返って正解な生徒も別にどんな大学行ってもよかったなって今になって思うか。正解だと思います。すごい楽しいし、毎日ハッピーだし、最上級。これ以上はないです。日本の今高校生とか中学生とかで海外に行けるのに気になるような見るかもしれないので、メッセージが自分の人生なんで、期待とかに応えるのも恩返しするのも大事だけど、自分が一番ハッピーで楽しい人生になればそれが一番だと思う。それに目指して頑張ってほしいです。未知の世界に自分から飛び込むのは年齢に関係なく誰にとっても勇気のいることだと思います。自分の選択を信じてしっかりと前を向き、そして何よりその環境を心から楽しんでいる姿がとてもたくましく、とてもかっこよく感じました。